この動画はリゴルの提供でお送りします。こんにちは。今日はリゴルからとんでもないオシロスコープが限定発売されたのでレビューしていきます。それがこちら MHO98 です。なんと全世界限定で1998台しか発売されない限定モデルとなっています。リゴル的にはこちらのモデルギーク版と呼んでいますが、性能的にも価格的にもリゴルはかなり頑張っていて、なんとアナログ帯域は今回 1GHz あります。価格についても税抜きで 19.7 万円となっていて、バグレベルで安くなっています。このサイズと価格感で 1GHz の周波数帯域を持っているオシロスコープはなかなかありませんね。こういったモデルでしかも数量限定なので性能なりの価格にするというのが一般的かと思うんですけども、逆に安くしてしまうのがリゴルらしいですね。一見的にはこれバグレベルで安くなっていると思うんですけども、そう思った理由については動画の中で解説しています。購入リンクは概要欄にありますので、気になった人はぜひ見てください。一応数量限定なので手に入れたい人は早めに手に入れることを推奨します。というわけでこちら実際に使っていきながらスペックや使用感を見ていきます。まずは付属品を見ていきます。オシロスコープ本体の他に持ち運び用のバッグ、受動プローブ、ロジックプローブ、電源アダプターです。まず受動プローブなんですけども、オシロ本体の4チャンネル分に合わせて4つ付属しています。一般的なグラウンドリード付きの受動プローブですね。ここには書いていませんが、受動プローブ自体の帯域は 500MHz でした。どの受動プローブもそうなんですけど、実際 500MHz の測定をするのはかなり難しいです。少なくともこういったグラウンドリードを使う場合は数十メガヘルツくらいまでで、それ以上の信号を見落とする場合は、スプリンググラウンドを使うとか、専用の差し込み端子を使う必要があります。ちなみにスプリンググラウンドはちゃんと付属しています。こちらの受動プローブ一つあたりの定価は税抜き 3.7 万円なので結構いい受動プローブをつけてくれています。こちらのオシロスコープ本体に合わせて性能の良い受動プローブをつけてもらうのはありがたいですね。そして次、こちらロジアナプローブ、なんと標準で付属しています。私はそこまでロジック信号を見ることは少ないんですけども、ロジック信号をたくさん見る人も多いかと思いますので、嬉しい付属品かと思います。後で紹介しますが、ロジック解析のオプションも最初から全て付属していますので安心してください。ちなみにこちらのロジアナの定価は税抜きで 5.8 万円しているものを付属してもらっています。ここまで見てきましたが、付属品だけで20万円超えで、すでにセットでの販売価格を上回るというバグみたいな状況が発生しています。大丈夫か心配になるんですけども、数量を絞った限定モデルだからこそできることでしょうね。次は外観を見ていきますが、その前に起動時間を測定します。ポチッと。起動時間はだいたい1分ぐらいっていう感じですね。こういった OS を積んだようなモデルですと比較的早い部類かと思います。まず一番最初目に入ってくるのがこの 1GHz ですね。サンプル数は最大 4GB サンプル毎秒、ビット数は12ビットです。この MHO98 なんですけど、リゴルの創業が1998年なんですね。なので MHO98 という型番になっています。創業年数に合わせて限定1998台の発売となっているわけです。本体正面のパネルなんですけども、これ実は金属でできているんですね。放熱も兼ねています。ほんのり温かいです、触ると。あとこちらの操作系のノブなんですけど、これ実は金属でできているんですね。アナログ入力端子は低価格モデルでは珍しい全部金メッキ仕様となっています。ちなみに50オーム入力もしっかりとあります。このようにパッと見ただけでも相当気合を入れて作ったモデルなのかなというのがわかるかと思います。ちなみに MHO98 と同時発売した MHO900 シリーズというオシロスコープがあるんですが、そちらはプラスチック製のフロントパネルと操作ノブ、標準の BNC 端子を使うようになっています。次はこちらの裏側を見ていきます。裏側は半透明の樹脂を使っているようですね。中身の基板であったり、使っている部品とか、そういうのが少し見えて、これはなかなかいいですね。左側には AUX アウトと G1、G2 の端子があります。この G1、G2 はファンクションジェネレーターの出力端子です。なんとこちら 100MHz のファンクションジェネレーターが2チャンネル分あるんですね。かなり豪華かと思います。これについては後で使ってみます。右側には LAN、USB、HDMI、給電用の USB-C です。このあたりは割と標準仕様ですね。
こちらの裏側で一番の注目ポイントっていうのは、実はこの銘板なんですね。こちらは MHO98 リミテッドエディション。このモデルですね。これだけに付けられるもので、なんと純金 24K でできているとのことです。こちらはデモ機なので、ベータ10という風に記載がありますけども、実際に購入できる製品には1から1998までのシリアルナンバーが振られるようになっています。こちら見た感じだと1から2グラムぐらいはありそうな雰囲気ですね。というわけでまず外観だけを見てきましたが、製品価格の割には相当手をかけて作られたものだということがわかります。創業年が入ったモデルですし、かなり思い入れがあるかと思いますので、価格だけでは測れないものがこの MHO98 の中に込められているのではないかとも思いました。ここからは実際に使っていってスペックであったり使用感なんかを見ていきます。最近のオシロスコープなんですけども、ほぼタッチパネルが標準となっています。もちろんこちらの MHO98 もタッチパネル仕様です。UI はこのようになっていますね。リゴルの12ビットオシロスコープでの標準の UI です。基本的に DHO、MHO は全て統一された UI を採用しています。波形の追加なんかは右側の物理ボタンでもできるようになっていますし、タッチパネルの方からもできるようになっています。ロジアナとかファンジェネ、マス機能もこの辺りから追加できるようになっています。波形を消したいときは右側の物理ボタンを押せばできますし、ここをスワイプしてもこのように消すことができるようになっています。ここの細かいところもね、効くんですね。こういった基本操作はこれまでリゴルが出してきたオシロスコープと同じです。物理ボタンで一部変更が入りまして、こちらのデフォルトセットアップとオートのボタンの高さだけが低くなっています。間違えて押してしまうことが結構多かったので、このようになったのだと思います。次はアナログチャンネルの設定について見ていきます。先ほどの繰り返しになりますが、実はこのオシロスコープ50オーム入力もできるようになっているんですね。リゴルのオシロスコープって基本的には上位モデルにしか50オーム入力はなかったんですけども、こちらのモデルではできるようになっています。ちなみにこのオシロスコープと同時にリリースされた MHO900 シリーズも50オーム入力できるようになっています。低価格で50オーム入力のオシロスコープが使えるっていうのは特定の人にとってはかなり嬉しい変更点かと思います。実際入力インピーダンスの切り替えはここを押してもできるようになりますし、ここを押してもできるようになってます。ちなみにこのウィンドウね、こういう風にやれば移動できるようになってますんで。左側はこれはプローブの倍率切り替えですね。倍率の変更は自動ではやってくれません。自動プローブの倍率は特に切り替え忘れが発生しやすいので注意が必要です。あとはトリガー、アクイジション、メジャーもここから入れるようになっています。この設定は今見ているチャンネルの画面からも入れますし、上の方にあるショートカットからも入れるようになっています。実際アクイジションの設定はこんな感じです。ノーマル、アベレージ、ピーク、ハイレゾモードを揃えています。割とよくあるアクイジションの設定ですね。特にハイレゾモードなんか使う機会割と多いかと思うんですけども、これはですね、波形に移動平均処理をすることで疑似的にビット数を上げるものです。14ビットと16ビットモードがありますね。ただ移動平均をしているという都合上、ここに書いてあるように、対キャバは低下するので、その点だけ注意が必要です。メモリー値なんですけども、このように標準で500メガポイントがついています。かなり長時間の波形の保存が可能です。例えばマイコンボードの電源供給が落ちた時に、それぞれの端子がどういった出力をするとか、そういったものがこの大容量メモリーで見られるようになるわけですね。このメモリー値なんですけど、すべてのチャンネルで共有しているので、使用するチャンネル数が増えるほどチャンネルあたりのメモリー値は減るので、その点だけは注意です。このショートカットの右側のところにある T のところからトリガーの設定に入ることができます。トリガーの実際の設定なんですけども、よく使われるトリガーは大体入っていますね。それ以外にも I2C や SPI、CAN、LIN などのシリアル通信でのトリガーもかけられるようになっています。さらにその右側にあるバーを見てみると、こちらはショートカットです。ここから各項目に入ってもいいんですけども、左下にあるメニューから各項目に入ることもできます。ちなみに MHO98 に標準で入っているオプションはこのユーティリティのオプションのところから見られるようになっています。デコードのオプションとか500メガポイントのメモリ、ボードセンズとかファンジェネの 100MHz のオプションです。次はアナログ入力の性能を見ていきます。
このオシロスコープのアナログフロントエンドの帯域は 1GHz なんですけども、AD 変換器を内部で共有している都合上、使うチャンネル数を増やすと、チャンネルあたりのサンプリングレートは低下します。ここにサンプルレート書いてありますね。今、チャンネル1だけを使っているので、4GB サンプルです。他のチャンネルを増やすとどうなるかというと、サンプルが 2GB 半分まで落ちましたね。ただトータルでは 4GB です。チャンネル3を使うと、さらに下がって 1GB サンプルとなりました。サンプリング定義から考えると、表記の 1GHz の信号がギリギリ取れるサンプルレートとなっています。さらにチャンネル3を増やすと、サンプリングレートはさらに半分になって 1GB となりました。チャンネル4を使った場合も同じですね。例えばなんですけど、今 4GB で動いている状態で、ロジアナとかファンジェネの機能、あとはマス機能なんかを使っても、サンプルレートは低下していませんね。このあたりは割としっかりしてますね。4GB サンプルできるのは一つだけチャンネルが使っている場合なんですけど、全チャンネルで 4GB サンプルには対応しています。例えばチャンネル2をオンにして、トリガーもチャンネル2に変えると、こんな感じで 4GB サンプルですね。チャンネル3とか、そういったものに対しても同じです。4GB になりましたし、4GB になると。なかなかいいですね。次は縦軸の解像度を見ていくんですけども、これは常時12ビットです。縦軸の振幅とか、あとは横の時間軸とかを変えても、特に12ビットという数字は変わりません。まず1メガオーム入力の場合は AC か DC かを選べるようになっていますね。ここをクリックすると変わるようになっています。波形の表示できるレンジは最大プラスマイナス 30V。最小はどうかというと、これはプラスマイナス 4mV ですね。50オーム入力の場合はどうかというと、最大プラスマイナス 4V。最小はプラスマイナス800マイクロボルトです。このあたりちょっとよく見ていてほしいんですけど、50オーム入力の場合だと、1マス 1mV だと帯域制限はかかりません。これより振幅を細かくしていくと、このように帯域制限がかかるんですね。250MHz の帯域制限かかっています。さらに1マスを最小の設定にすると 20MHz の帯域制限がかかりました。リゴルの場合、このモデルに限らず、振幅表示をどんどん細かくしていくと帯域制限がかかるようになります。このように12ビットかつかなり小さい振幅まで波形が見れるようになったんですけども、実際波形をどれくらいノイズ少なく見られるかというのを確認していきます。バックグラウンドノイズを見ていきます。メモリー長は125メガに設定。こちらのメジャーを開いてピークの電圧と交流実行値を見ます。時間軸は1ミリ秒くらいを見れるように設定します。リゴルのオシロなんですけど、ここに表示されているメジャーの結果は、今画面に映っている波形部分だけを使った結果なので、そこだけ注意ですね。ここの白塗りにされたメモリー値を全部を見ているわけではありません。もちろんですね、こういう風に波形を取った後に移動させれば、その部分で計算した結果を見ることはできます。アクイジションの設定はノーマルに戻しておきます。最初は入力インピーダンスが1メガオームの場合ですが、ピークはだいたい1ミリボルトくらい。実行値は120マイクロボルトくらいですね。入力インピーダンスが50オームの場合も見てみます。終端抵抗も忘れずに取り付けます。50オームの場合は振幅軸を一番細かくすると帯域制限は入りますが、さらに振幅を拡大できます。帯域制限がかからない1マス 1mV ですと、ピークは 1.2mV 程度。実行値は180マイクロボルト程度でした。振幅を一番拡大できる状態ですと、ピークはだいたい260マイクロボルト程度、実行値は32マイクロボルト程度です。帯域制限はついていますが、なかなか良いと思います。ちなみに先ほどさらっと流したんですけど、メジャーはこのように縦軸いろいろありまして、横軸もですね、こんな感じでたくさんあります。さらに他のメジャーなんてもあり、こんな感じですね。気になる人は一時停止してみてください。メジャーについてもですね、実はここを押すとですね、いろいろセッティングできるんですね。ヒストグラムの統計表示なんかもできるようになりますし、結構ね、思ったよりもたくさんできてしまいます。ただ動作としてはちょこっとだけ重くなります。こちらの 1GHz 表記なんですけども、本当に 1GHz の信号を見られるのかっていうのは皆さんかなり気になっているところではないかと思います。ですので実際に 1GHz の信号を入力してみて測定できるのかを確認します。当然ですね、1GHz のファンジェネなんて持っていないので、スペアナのネットワークアナライザ機能を使って GHz の信号を取り出します。波形がかなりチカチカしていて見にくいんですけども、まず 500MHz の波形は余裕で見えていますね。ちなみに今チャンネル1だけを使っていて 4GB サンプルの状態です。これでどんどん周波数を
上げていきましょう。こちらで周波数が変わっているのがわかりますね。とりあえず 900MHz くらいまで行きましょう。今 900MHz の信号です。全然余裕で見えていますね。シングルにしてもこんな感じです。一応こちらのカウンターを見ても 900MHz ってなっているので、ちゃんとできているのかと思います。さらに周波数を高くしていって 1GHz に、はい、設定しました。OK ですね。さらに周波数高くしてアナログフロントエンドがどこら辺まで見えるのかっていうのも確認してみます。周波数 10MHz ずつ上げていますね。はい。ちょっとだけ小さくなってきたかな。今 1.1GHz を超えたところなんですけど、少しずつ振幅が小さくなってきましたね。わかりますか？ 1.2GHz なんですけども、アナログフロントエンドの特性が多分もう急激に落ち始めているんでしょうね。波形自体は見えないことはないけども、かなり減衰してしまっているような状況です。だいたいそうですね、もう 1.25GHz くらいで信号はほとんど見えなくなってしまっています。というわけで制限波 1GHz の信号は問題なく見えることが分かりました。4チャンネル同時に使っている場合はどうか見ていきます。この場合サンプリングレートは 1GHz まで低下します。理論上は 500MHz の信号まで見れることになりますが、どうなるんでしょうか。いきます。今 100MHz からどんどん周波数を上げていって、なんか 200MHz くらいから振幅落ちてきてますね。これはなんでだろうな。ちょっと不思議ですね。これはどうしてだろう。私が想定しているのはこういうふうな三角波みたいな感じでですね、ポイントをつないでいくような波形が見えると思っていたんですけども、なんか波形は見えなくなってしまいましたね。ちょっと不思議ですね。さらに周波数を高くしていて、今度はなんだろうな。これエイリアシングが起きてると思うんですけど、ちょっと不思議な動作ですね。今 250MHz の波形を見ていますが、これも本当だったら結構カクついた波形になるはずなんですね。というのも1ナノ秒で1ポイントしか打たないので、そうなるはずなんですけども、なぜかなっていません。もしかしたら内部で何か変換処理とか信号処理をしてスムーズに波形を見せているのかもしれません。次はこちら後ろについているファンジェネを使ってみたいと思います。ファンジェネはこのように2チャンネル分あります。周波数帯域は 2mHz から 100MHz までです。実はこれですね、2チャンネル同時に 100MHz を出力できるんですね。これ低価格オシロスコープにありがちなんですけど、2チャンネル同時に使うと周波数が半分まで落ちちゃうとかよくあるんですけども、こちらの場合は同時に出力しても最大 100MHz は維持される仕様です。出力可能な電圧は出力インピーダンスと周波数によって変わります。振幅について出力インピーダンスがハイインピーダンスであれば、周波数が 50MHz より小さければ出力電圧は最小 2mV、最大 20V です。50MHz 以上となりますと仕様が変わりまして、最小 2mV、最大 10V です。出力インピーダンスがロードの場合はまた仕様が変わりまして、50MHz 以下であれば最小電圧 1mV、最大電圧 10V です。周波数が 50MHz 以上になるとこんな感じでね、少し電圧が下がるんですね。最小 1mV、これは変わりません。最大が 5V です。では実際に波形を見てみたいと思います。100MHz 振幅 1V です。オンにするとなかなかいいんじゃないですか。こんな感じで綺麗に波形が見えていますね。今大振幅の状態なんですけど、これを振幅をさらに低下させると、こんな感じで、どうですか？なんかね、何も見えなくなるんですよね。実はこれバグでして、1mV は見えないんですけど、1.01mV とかだと波形が表示されるようになります。ただ振幅が 1mV くらいですと結構不安定というかですね、外からのノイズが結構乗っているような波形になってしまいます。このあたりはオシロに付属しているファンジェネの限界、そしてこのアナログフロントエンドで測定できる限界でしょうね。100MHz だと結構不安定なんですけど、例えばこれを 1MHz くらいにすると、なかなか安定している波形にはなりました。ただ外からのノイズを拾っているのか、それともアナログフロントエンド自体のノイズなのかわかりませんが、少しギザギザしているような波形になっています。さらに周波数を落として 1kHz くらいで見てみると、こんな感じですね。
まあノイズ多めですよね。これは先ほど見ていた 1MHz でも見ていたノイズが時間軸を変えたことによってこのギュッと詰まるんですね。なのでこのようにノイズ多めの波形になります。ただこれ振幅 1mV でかなり小さい電圧ですからね。例えば 10mV ぐらいに設定してみるとこんな感じでまあ実用できそうな波形にはなっています。ちなみに今、ファンジェネ1の信号をチャンネル1で見ています。ファンジェネ1をオフにして、ファンジェネ2をオンにすると、こんな感じでクロストーク発生するんですね。チャンネル2の 100MHz の成分がファンジェネのボード上でクロストークして伝わってきてしまっています。チャンネル1の入力を外すと、こういう風に波形は見えなくなりますので、完全に FG のボード上でクロストークしていますね。ただ、数ミリボルトの電圧を見ている横で数ボルトの電圧が出ている状況になれば、多少クロストークするのは仕方ないとも思います。今は制限波を見てきたんですけども、例えば、区形波であったり、その他の波形ももちろん用意してあります。ただ他の信号の場合は、周波数の上限が少しだけ低めになるんですね。区形波なんかは 20MHz が上限となっていて、このエッジの部分が特に重要ですからね、ある程度の周波数の上限は決められています。波形の種類としては、このようなものがあります。実は、変調も効くんですね。AM、FM、PM 変調あります。しかも周波数がですね、これ 100MHz までいけますんで、なんか FM 変調の実験で使いたいとか、そういったこともできるのではないかと思いました。全体的な評価としては、オシロ付属のファンジェなので、そんな期待はしていなかったんですけども、なんか思った以上に使えたというか、数十ミリボト以上の振幅であれば、まあ使えそうなレベルかなとは思います。このファンジェネがあるのであれば、あえて追加でファンジェネを買う必要もなさそうです。ただし、あくまでも簡易的なファンジェネですからね。本当に専用機が欲しいってなりましたら、ファンジェネを買うことをお勧めします。でですね、ファンジェネがついているってことは、こういう風にフィルターのボードセンズが使えるんですね。実際メニューの方からボードセンズをかける機能がありますので、それを使います。こんな感じでいろいろ設定できるようになっています。振幅の設定はね、ちょっと大きめにしておきますが、1V ぐらいでいいと思います。周波数は上限がありまして、一応 MAX でやりますか。30MHz みたいですね。最小は 10Hz からできるようになっているので、それでやりましょう。あと、ボードセンズを取るポイントの設定もできるんですね。周波数が10倍になるところで何ポイント取るかというものです。最大が100ポイントですね。ただこれやるとちょっと時間かかってしまいますので、標準の10ポイントでやります。ちなみに今回これはローパスフィルターでやっています。では行きます。スタート。こんな感じでですね、10Hz からスタートしていますので、さすがにちょっと時間はかかりますね。このまましばらく放置します。こんな感じでだいたい1分10秒ぐらいかかりました。実際に見てみると、こんな感じでなかなかいいんじゃないですかね。しっかりとボードセンズできています。赤色の線が原因でだんだん原因が下がっていくと。緑色は位相ですね。位相の方が早くから遅れ始めてきています。で、位相の最大遅れは90度程度になると。原因なんかも周波数が10倍になると 20dB で落ちていくと。理論通りですよね。周波数がある程度高くなったところで今度上昇してきていますね。位相も進んできているようになっています。これはローパスフィルターに使った素子のところに L 成分があるのと、あとはこのグラウンドリードとか使っているので、そのあたりが影響してきています。取ったデータなんかは設定画面からこのように保存できるようになっています。後で実験結果をまとめるときなんかにも使えるわけです。実は MHO98 の下位モデルである DHO900S にもボードセンズありましたが、これうまく動作していなかったんですね。こんな感じですね。結構ガタガタでうまく動いていないですよね。ソフトウェアアップデートもしたんですけども、状況は変わらずうまく動作していませんでした。一応こういった機能があるといった上で発売しているので DHO900S についても同じように動くようにしてほしいとはリゴルに要望は前から出しています。その他の機能も簡単にですが紹介していきます。まずはデコードですね。4チャンネル分のデコードができて、このような通信規格に対応しています。ここら辺は最初から全部オプションで入っているものですね。このくらい揃っていれば困ることはないかとは思います。デコードした内容をですね、こんな感じでテーブルに残すといったこともできます。結構画面が小さいんでね、なかなか見づらいですけどね。
このデコードの機能と合わせて使えるのがロジアナですね。ロジアナプローブをつないでいると、このようにアナログチャンネルだけではなくて、デジタルチャンネルもデコード信号の入力に使えるようになります。ここら辺はかなり便利かなとは思います。ちなみにロジアナの設定なんですけど、全画面での表示もできますし、スモールでサイズもできると。ラベルのセッティングがですね、結構重要かなと思ってまして、D0 から D15 はと分かりにくいので、こんな感じで選んであげて適当に入れると。そうするとデジタルの信号の名前が変わってくれます。これについてはですね、ほぼほぼ必須かなとは思います。使う人がですね、名前を適当につけることもできます。1K とか。はい。こんな感じです。ここまで見てきましたが、基本的にスペック通りに動作しています。ただ使うチャンネル数を増やすとサンプリングレートが低下するとか、そういったところは低価格オシロスコープあるあるですので、目をつむるしかないですね。なんですけども、1GHz を1チャンネルだけでもこの価格、そしてサイズで達成しているというのは何ともすごいことです。逆にチャンネル数を増やしてもサンプリングレートが減らないようにすると、本体のサイズはこれでは済まないぐらいに大きくなってしまいますし、価格も上がってしまい競争力も低下するかと思いますので、あえてそのような仕様にしているのかもしれません。このオシロは全世界で1998台限定なので、欲しい人全員の手に渡らない可能性は高いです。もし現時点で手に入れられるのであれば、早めに入手することを推奨します。ちなみにこれと同時に発売された MHO900 シリーズは最大で 800MHz、そしていつでも購入可能なので、そちらもぜひ検討してみてください。ここからはこのデモ品の MHO98 をですね、分解していきます。一応元に戻すなら OK と言われています。でですね、MHO98 の下位モデル。これですね。DHO900S シリーズ。これ実際私が購入したものなんですけども、中身とか設計どういったところが変わっているのかというのも簡単に紹介しながら分解していきます。実際に分解したものがこちらです。ネジ4本外すだけで背面のカバー外れますので、分解は非常に簡単です。まず見えているのがヒートシンクですね。MHO98 と DHO900 シリーズですと、このように MHO の方が大型のヒートシンクを使っています。さらにヒートシンクの溝の深さっていうんですかね。それも MHO の方が大きいです。風を送るファンもですね、MHO の方が3、4倍ぐらい大きくなっているんじゃないですかね。非常に大風量のファンを使っています。MHO の方がより高い周波数で動くので、発熱なんかも DHO より大きいのかなというところですね。実際 AC アダプターも DHO900S は 65W のものを使っていましたが、MHO98 では 100W クラスのものが付属していました。ヒートシンクには IC にくっつけるための出っ張りと熱伝導シートが貼り付けられています。工作精度の誤差を吸収するために割と厚めの熱伝導シートを使っていますね。プリント基板の色は黒色になっています。これは本体裏側が透明樹脂でできているので、緑色だと、見た目あんま良くないですからね。色に合わせてやったのだと思います。本体をさらに詳しく見ていくと、このあたりがアナログ入力の回路。このあたりが AD 変換。AD 変換された信号を処理したり貯めたりする SOC。そしてオシロ全体を制御するための SOC です。一つずつ見ていきます。アナログフロントエンド周りは基本的にアルミシールドで覆われるようになっています。ヒートシンク側も見てみるとアルミのやっぱ部屋みたいのを作っていますね。これは完全にシールドのためにやっていますね。DHO の方はアルミケースとか特に作っていなくて、ヒートシンクがアルミシールド代わりになっています。そういった微妙な違いを見つけられました。このアルミシールドなんですけども、なぜかチャンネル1だけが外れるようになっていました。中身を見てみると、アンプはリゴル設計の RT1642IQ を使っています。DHO900 の場合も実は同じ RT1642IQ を使っていたので、アンプ部分については 1GHz いける性能を持っていたっぽいですね。こちらは AD コンバーターのチップです。RT8847IQ で、これもリゴル設計です。2つ積んでいるので、チャンネル数によって色々使い分けをしていますね。ちなみに DHO900 でも同じ IC を使っていましたが、使ってる IC の数が一つだけでした。その後は SOC に接続されます。この SOC もリゴル設計の RT6888IF を使っています。この部分は DHO900 ですと、Xilinx の SOC プラス FPGA のチップを使っていましたが、リゴルチップに置き換わったようですね。ここまで見てきた通り、アナログフロントエンド部分、ADC チップ、SOC なんかは全て自社で設計できるようになっていますので、これは相当な強みですね。
オシロ全体を制御する SoC はロックチップ RK3399 を使っています。リゴルの DHO、MHO シリーズではだいたいこの SoC を使っていますね。次はファンジェナの DA コンバーターも見てみます。ここだけ別基板となっています。DA の IC はテキサスインストゥルメンツの DAC38J821 が使われていました。先ほど波形がクロストークするみたいなのがありましたけども、この基板上のどっかでしているのか、それともこの BNC 端子に出てくるまでのどこかでしているのかといったところですかね。こんな感じで使う部品については基本変わっていませんが、信号処理するための SoC では前の世代で使っていた他社製のものを自社製のものに置き換えるようになっています。繰り返しになりますが、こういったオシロスコープのコアとなる部分を自分たちでやってしまうというのは相当な強みになっていると思います。はい。というわけで今日はリゴルから発売された MHO98 をレビューしてきました。感想としては数量限定での発売ですので、かなり力を入れてきたなというのが印象です。これだけで見ると多分赤字なんじゃないかなと思います。そもそもですね、4チャンネルのオシロスコープで、しかも1チャンネルだけは 1GHz で使える、そういったものが税抜き 19.7 万円、税込みでも 21.7 万円で購入できてしまうのはすごいと思います。あとはこういった創業の年が入ったモデルなんてそうそう発売することもないと思いますので、例えばリゴルのオシロスコープが好きだとかですね、そういった方はぜひ購入を検討してみるといいんじゃないかと思います。もちろんオシロスコープとしての性能もこの価格でこの性能なら割と大満足ではあります。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがあればコメントもぜひ残してください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。